どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。夜市グルメが恋しくなったのでまた台湾に来ちゃいました。今僕がいるのが、僕が台湾に来たら必ず立ち寄っている寧夏夜市西愛 S という台湾屈指のグルメ夜市なんですけども、今日から3日間こちらで食べ歩きをして寧夏夜市のグルメを徹底的に食レポしたいと思います。今まで何度もねここで食レポをしていて、定番グルメとかミシュランビブグルマンを取っている料理とかはすでに何回かねレポートしてきているんですけども、中には見るたびに気になってはいたけどもまだ食べたことがない気になる寧夏夜市グルメがたくさんあるので、今日はそういった料理の味を確かめていきたいと思っています。この動画をご覧いただいている方の中にも寧夏夜市来て定番グルメはもう食べたけども他の絶品グルメも試してみたいという方もねいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、そういった方の参考になったら嬉しいです。では早速ねこの中進んでいきながら気になるお店を見ていきましょう。はい、寧夏夜市の看板こんな感じです。今日なんかイベントやっていて、いつもの寧夏夜市のリニューアルされた寧夏夜市のネオン消えちゃってますけど、でこれがメインストリートになるんですけども、行ってみましょう。今日は金曜日なんですけど結構人すごいですね。相変わらず大混雑、結構日本人観光客の方も多く見受けられますね。僕が初めて寧夏夜市に来た2019年の頃は本当ね地元の方しかいなかったという印象だったんですけども、最近はね日本人の方や他の国の旅行客の方もね結構増えましたね。5年前とかね日本人の YouTube を見ても寧夏夜市を取り上げてる方自体がね結構少なかったんですけど、今ではねかなり大勢の方がここで食レポを撮ってますよね。ここに来るまでもねいろんな方の YouTube 見てみたんですけど、結構やっぱり定番グルメのレポートが中心だったので、もう僕はねここ10回以上来ていますし、僕自身ずっと気になっていたけど食べてこなかったグルメが結構いろいろありますので、せっかくなんでねそういったものを紹介していこうと思います。気になるグルメたくさんあるんだけどとても1日じゃ食べ尽くせなそうなんで3日に分けて食べてきます。 Google マップ僕も結構使うんですけど、 Google マップって星がつけられるじゃないですか。でこの寧夏夜市というか夜市も星がつくことがあるんですけども、この寧夏夜市西愛 S も星 4.2 がついていて、 Google の台北夜市ランキングで最近なんか1位になったらしいんですよね。ミシュランビブグルマンのお店がいくつもあることとか、あと清潔感というかこの夜市にしてはね綺麗に衛生面でも整っているというところでその評価がね高くなったそうです。なのでね観光客の方だいたい台北に来たらシーリンイエスかラウクイエス城ヶ街夜市どちらかに行く方多いと思うんですけど、僕も両方とも行きましたけど、どちらも面白いですが、この西愛 S はね特にグルメ夜市として名高いところだったりするので、台湾ならではのグルメをいろいろ試したい方はこちらねおすすめだと思います。今一周回ってきたんですけど、もう気になるのがありすぎてどうしようって感じなんで、どっから行こうかな。とりあえず入り口に近いところ、今ね入り口に戻ってきたんで入り口に近いところからちょっと攻めていこうかなと思います。そういえばここが寧夏夜市001ということで、寧夏夜市の栄えある1店舗目なんですね。100年老店って書いてあるから100年前からある老舗ってことなんでしょうか。ここも気になるけどちょっと一旦何か口に食べ物を入れたいのでこれは後でいただこう。記念の一番はこれはこうやって飲んでみたい。で僕ねずっと気になってるのはこれなんですよね。サラ船サラダボートって言って揚げパンの中に野菜とかハムとか挟んでるサンドイッチなんですけど、これがねずっと気になっていて食べたことなかったんでちょっと夜市っぽくないんですけどこれ食べてみようかなと思います。ハムソーセージかなできゅうり台湾の煮卵チャイエダンとトマトをこの揚げパンがたくさん入ってますね。揚げたてのああいうね揚げパンに挟んでいただくってやつですね。ちょっとこれ頼んでみます。わ結構大きいな。シェ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 にいただきます。これいただくときに喉乾きそうなんで、もうこちらのねさっき気になるって言っていた001番のお店でドリンクも買おうと思います。サトウキビミルク、これが美味しいらしいんでこちらをいただこうと思います。週50元でした。シェシェこのお店の裏の道路脇で食べようと思ったら道路が全面補修中でもうここで食べることできないですね。どこで食べようかな。こちらから信号を渡ったところにちょっと台みたいなのがあって、ここを使わせていただきます。まずサトウキビミルクいただきます。美味しい。なんかミルクセーキみたいな味するな。茶葉を使ってないミルクティーみたいな味がする。ミルクティーっぽい結構甘さありますね。美味しい。
でこちらだ、このトーストいただきます。はい、揚げたてなんでね、パワーあります。あ、美味しそう。こんな感じで煮卵とハムかソーセージときゅうりとトマト入ってますね。いただきます。もう油の香りが漂ってる。まずマヨネーズが塗ってある。マヨネーズも台湾のほんのり甘いマヨネーズ。朝食によくこういうパンときゅうりとハムと卵ってもう定番じゃないですか。 BLT みたいな、もうそのままなんだけど、パンが揚げパンなんでちょっとまたね一工夫があって、日本であんま食べる感じとちょっと違いますね。あとこの煮卵がチャイエダンね、ちょっと漢方煮込みみたいにしたやつなんで、コンビニ行くと大体これ売ってるんですけど、それを挟んでるのでまたね台湾らしいサンドイッチって感じですね。揚げてるからちょっとドーナツみたい。美味しいな。夜市っぽくないけどずっと気になっていたんで食べられてよかったですね。もうすぐ食べ終わるから、これ食べながら他のグルメもね見てみようと思います。あとね気になるのこれなんですよね。このちこう飯って書くところ、このねいつもここに卵がたっぷりああいう風に茹でられてて、でエビのスープみたいなやつが美味しいらしいんで、あと豚のこの丼、これが美味しいらしいんで、これいただいてみようかなと思います。かなりボリュームありそうだけど、これとこれかな。メニューどれがどれか分かんなかったんですけど、この側面に書いてあるこの2つ、これ頼んどけば間違いなさそうですね。これ指差しで頼みましょう。さあ来ました。まずこちらが大きいね、卵丸々1つ、半熟卵と多分エビのすり身が入ったスープと、あとこちらはコンローってやつかな、豚肉とルーダン、煮卵とたけのこの煮物みたいなやつが入ってますね。それの丼です。ミーシャエース、今めちゃくちゃ暑いんですけど、暑い中で熱いスープいただきます。思ったよりあっさり。エビの味がすごい出てる。エビだしがラーメンスープのエビ風味っていう感じで、エビのすり身いただきましょう。うわ、おいしい。エビがすごい。結構ゴロゴロのエビがすり身なんだけど、結構エビ一つ一つゴロゴロしてる。口の中でエビが弾ける。おいしい。卵も一緒にいただきましょう。卵スープ美味しいですね。丼行きましょうか。こぼれたお肉一ついただきます。めちゃめちゃ歯切れがいい。ツナ缶かと思った。ホロ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 とお肉が溶けますね。思ってる味はね濃くない。もちろんしっかり味はついてるんですけど、コテコテって感じではないですけど、見てこのお肉のホロホロ具合すごいんだけど、簡単にほぐれてくる。なんだこれ。柔らかさが異常。たけのこ。たけのこも甘くて美味しい。卵食べ過ぎだな。さっきサンドイッチにも入ってたし、これも煮卵、こっちも卵。卵ちょっと食べ過ぎですね。タンパク質。でも熱い。今日はこれ違ったかも。体中から汗が出てくる。美味しいのがつくい。うまいな。油っぽすぎるとか味が濃すぎるはちょっと嫌だなと思ったんですけど、全然そんなことなくてホロホロなんですごい食べやすい。身はすごいよくほぐれるけど、決してパサついていない、ちゃんとジューシーでホロホロ。セットメニューみたいな感じで、このセットやっぱり頼む人多いみたいですけど、周りの方もみんな同じの食べてる。このね卵が一面茹でられてるのを見てずっと気になってたんですけど、なるほどこういう味だったんですね。解決しました。豚がいますね。なんかまた一段と大きくなった気がするな、この子。2日目です。
日目、今日も 2CIS の気になるグルメいろいろ探していこうと思うんですけど、まず最初に行きたいところがあって、前回の台北旅行で 2CIS に来た時にちょっと仲良くなった店員さんがいるお店がありまして、そこのグルメがすごい美味しそうだったので、まずはねそれからいただこうかなと思います。でそのお店なんですけども、入ってすぐで3軒先ぐらいかな、もう入ってすぐのところにあるお店なんですけど、ちょっとそこまで行きます。いや今日土曜日だけあってやっぱ混んでますね。あ、そこだ、お兄さんいた。これ美味しそうでしょ。你好。我又来了。里面有照片。啊，picture。いいが。等等我好。これなんかめちゃくちゃ美味しそう。いや、美味しそう。美味しそう。絶対。絶対美味しい。絶対美味しい。あそこで焼いてるんです。なんか見た感じこうクロワッサンみたいな生地にお肉のこう刻んだやつがたっぷり入ってるんですね。辛い。やおら辛い。辛い。普通。普通。普通。美味しそうだな。辛味ペースト入れてくれましたね。お、シェイシェイにシェイシェイに熱い。熱い。オッケーオッケー、大丈夫。シェイシェイ。大丈夫。すごいな、お兄さんめちゃくちゃ優しいんだよ。いただきます。今ね食べようと思ったらクミンとかの香りがすごい漂ってて、すごいいい香り。うん。ちょっとなんかケバブとかカレーとかそっち系の香りもするな。うわ美味しそう。もういただきます。お肉だ、うまっ。美味しい。めっちゃうまいぞ。まず生地がサクサク、パイ生地みたいな感じ。ハウスベリーディシャス。おいしい。サンキュー。シェイシェイ、バイバイ。ちょっとお兄さん忙しそうなんで、とりあえずお店は後にするけども、これめちゃくちゃ美味しいな。出口の方から入ってすぐのお店なんで、ぜひ皆さん行ってください。これ美味しいです。人混みがすごいんで、ちょっと外れたところ出てきましたけども、ここで食レポしましょう。この皮の部分がほんとサクサク、パイ生地みたいな感じになってるんですよね。こんな感じでクロワッサンとかパイ生地とかそんな感じです。で内側のお肉がね、ほんともうたっぷり入ってて、辛くしてもらったんだけど、そこまでもう辛くて食べられないほどじゃなくて、ほんのり辛いぐらいな感じでした。スパイスがいい感じに効いていて、クミンとかであと塩コショウとかもしっかり効いてるんだけど、シンプルなんだけどすごい深い味します。あとお肉めちゃくちゃたっぷり入ってるんですよ。すごい贅沢なミートパイみたいな感じです。おいしい。あとね、店員さん、さっきのお兄さんね、めちゃくちゃ優しくて、本当にね、気さくで優しいお兄さんのお店、そしてグルメめちゃくちゃ美味しいんで、ぜひ皆さんも、ね、行ってみてください。また反対側のね、出口の方から来てるんですけども、入って1個目のこのお店、ここもね、ずっと気になっていたんで、今日ここで買ってみようかと思います。東山鴨頭ってところなんですよね。ルーウェイみたいな感じなんですけど、結構人気店らしいんですが、ちょっとここで買ってみようと思います。鴨頭が気になるんで、これ行ってみようかな。そうだ、これか。140頭だ。やらま。やら。チャレンジしてみます。ああやって器に取って渡すと切ってくれて、こんな感じで味付けしてくれるんですね。一回あそこで揚げるんですね。揚げて切って味付けして。また来た。すげえ。シェイシェイにさっきのお兄さんのお店のお隣の美少カンカオってところ、ここの串揚げらしいんですよ。串焼きか。ここもちょっとずっと気になってたんで、
注文してみようかなと思います。こっちは野菜系で同じお店ですけど、こっちは鶏肉とかつみれとか豆干とか、これ干したお豆腐ね、こういうのがたくさん並べられていて、ここから好きなものを取って、ここは多分焼いてくれるところだと思います。僕もずっとね、この氷に敷き詰められたのが美味しそうで気になっていたんで、ちょっと今日ここで注文してみようと思います。とりあえずこんな感じで、砂肝かな、砂肝とぼんじりと、あとネギ巻き、ネギの豚巻きと、あとインゲンですかね、これ、はい、この4本にします。今日はもうホテルでつまむ系のやつをいくつか買ったので、あとはちょっと飲み物だけ買って帰りましょう。このスイカジュース買って帰ろうかなと思います。これですね、スイカジュース。これが結構さっきもお客さんたくさんいて人気そうだったので1つ買ってきます。来杯吗？现在提瓜机。谢谢。うす謝謝に。結構量ありますけど、50ニュー台湾ドルだったんで250円ぐらいですね。スイカジュース、こちらもホテルに持ち帰って、おつまみと一緒にいただこうと思います。さあ、そういったわけで今ミーシャレストから帰ってきました。ちょっと焼いていただいたもの2つと、あとはスイカジュース買ってきたので、今日はこちらの食べ比べしていこうと思います。ミーシャイエス気になるグルメレポート第2弾ですけど、2日目。とりあえずスイカジュースいただきます。かわいい。いただきます。うわ、めちゃくちゃスイカ美味しいな。やっぱり甘くて美味しいです。ミーシャイエスのフルーツジュースは本当ね、フルーツそのままの美味しさって感じですね。でもこれでもちょっとだけ薄めてるかもしれないな。でもほぼほぼ 90% ぐらいはスイカって感じですかね。美味しい。これをいただきながら買ってきた焼き物をね、つまみたいと思います。一応器も買ってきたんで、ここに取り分けます。まず最初は鴨頭、ボロボロ真っ黒。うわ、刻んでくれてると思ったんだけど、もう頭そのままで出てきたの。すごい。まず見た目が、まずこっちがですね、何だと思います？鴨の舌ですね。アヒルかな、アヒルの舌、ベロですね。5年前にも一度いただいてるんですけど、これと、あとはこれはちょっと閲覧注意かもしれないな。鴨の頭ですねお店の看板メニューなので、やっぱりこれはいただかないとなということで買ってきたんですけど、なかなか鴨ですね。じゃあちょっといただきます。まず下からいきましょうかね。下意外とね、食べるとこ少ないんですよね。いただきます。かなり先端ゼラチン質でコリコリ系ですね。味は最後たっぷりスパイスをかけてくれているので、かなりスパイシーですね。一回全部揚げてるのでかなり香ばしいですね。そんな油っぽいって感じではないですね。正直味の特徴としてはそんなにめちゃくちゃ美味しいってほどでもないかな。つまみとしてはいいかもしれないけど、部位にもよるかもしれないですけどね、素材の味がそこまで独特とか特徴的で美味しいって感じでもないかな。ちなみにこの鴨の頭よりこっちの鴨の下の方が高かったですね。60ニュー台湾ドルだから300円ぐらい。下4個入ってるんですけど、4枚下4枚で300円ぐらいだったんで、ちょい高で、食べるところがそんなないんで、希少性ってとこなんでしょうね。はい、といった鴨のまず下でした、続いて鴨の頭いってみましょう。頭はどこを食べればいいんだろう。この辺かな、頬のあたりを食べるしかないのかな。いきます。味は一緒ですね。でもこっちの方がやっぱ身がある分鶏肉感はあるんだけど、鴨といってもやっぱ鶏肉ですね。普通にちょっと見た目がすごいグロいんであれですけど、鶏肉ですね。可もなく不可もなくというとこかな。めちゃくちゃ美味しいって感じでもないですね。感動的な味ではないです。正直衝撃的な見た目ではあるんですけど、ちょっと出落ち感がありますね。結構揚げてもらうのを待つんですけど、なんだかんだ 2,30 分ぐらい待ったかな。待った割にはって感じなのが正直なところですね。気になるグルメ調査なんで
さすがにこのね鴨の頭は目をそらさずにいられなかったんで注文してしまいましたけど、まあで僕のレポートを参考にしていただければと思います。一旦これのレポートはこんな感じにしましょうか。はい、こちらですね。微笑単価を、微笑み単価をですね。いい匂いしますね。めっちゃバーベキューソースの匂いするな。匂いは結構こっちの方が僕は好きかもしれないですね。日本人にも馴染みのある香りな気がしますね。で、買ったのが4本買いまして、まずこのインゲンみたいなやつと、これがネギの豚巻き、博多の屋台とかにあるようなネギ焼きですね。東京だとゴリョンさんとかでいただけるような感じかな。でこれがぼんじり、結構焼いたんで油落ちてますね。ぼんじりと、これが多分砂肝だと思います。ちっちゃいからね砂肝なのかなって感じなんですけど、多分見た感じ砂肝だと思います。はい、この4本ですね。まずこの砂肝からいきましょうか。このソース僕結構好き。甘じょっぱくて、で思ったより濃すぎないですね。バーベキューソースですね。やっぱり少し甘みがあって、焼肉のタレとバーベキューソースの間ぐらいの感じかな。日本の方だったら絶対これ好きな味だと思います。これはね、お酒好きな方はめちゃくちゃ合うと思うな。僕はお酒飲めないんでスイカジュースですけど、スイカジュースも合う。これ美味しい。砂肝が結構小ぶりですけどね、結構お店によって砂肝とかぼんじり大きさ全然違うんですよね。僕はよく行くソーレンルーエってところのぼんじりとかはもうこれの3倍ぐらいの大きさの大きいぼんじりで、新港老街、新港老街という臭豆腐の町で食べたぼんじりももうこれの4倍ぐらい大きいやつだったんですけど、このぼんじりもちっちゃいですね。鶏の種類が違うのかな。ぼんじりも行ってみましょう。タレは多分一緒ですね。ソースはこれもやっぱ見た目の通りで油結構落ちてるんで、ぼんじり感がちょっと少ないですね。油っぽいのがあんま得意じゃない方はこれぐらいの方がちょうどいい感じに油が落ちていいかもしれないですね。これはこれで美味しいです。これいってみましょう。ネギの豚巻き。久しぶりに野菜を食べた気がする。タレが多分一緒なので見た目通りの味といえば見た目通りの味ですね。でもネギと豚やっぱ合いますね。美味しいです。これもでインゲン、僕結構インゲンが一番好きかもしれない。甘くて美味しいですね。インゲンもね、見た目想像通りの味ではあるんですけど、これはね美味しいです。夜市グルメだな。今夜市暑いから、こういうねホテルに持って帰ってきてつまめる系のものもね、夜市からちょっと離脱してゆっくり食べるって意味ではね、こういうのを選ぶっていうのもありかもしれないですね。ほんと台湾ならではの夜市グルメだと思うのでおすすめですね。こういった串焼きも。2日目の入社エースレポートはこんな感じですかね。はい、3日目も引き続き気になる寧夏夜市グルメを試してみようと思ったんですけども、今ね寧夏夜市見てきたんですけども、回ってきたらだいたい気になるものはもう昨日までで食べ尽くしたなっていうふうに思いまして、今回のレポートはもうここまでにしようかなと思います。ここまでもね結構いろいろたくさん食べてますので、もう個人的にはねもう十分かなと思っております。はい、そういったわけで今回は寧夏夜市の気になるグルメをまとめて食べてみました。皆さんの台湾旅行の参考にしていただけたら嬉しいです。もしこの動画が良かった、参考になったと思った方はぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。今日の動画は以上です。最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。